こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回は仙台デザインテクノロジー専門学校の生徒さんの作品です。今回は2つの作品を添削させていただきますね。1つ目の作品はこちらです。梅谷さんの作品でタイトルはこぼれる。コメントいただいております。梅の花と涙はどちらもこぼれると表現されていることから着想を得て、梅のご神木をイメージして制作しました。魅力的なキャラクターデザインができなかったと感じていますとのことです。はい、魅力的なキャラデザができなかったってことなんですが、そうですね、僕はそんな風には思いませんね。十分に魅力的なデザインはできていると思います。はい、でですね、じゃあ梅谷さんにもし何かが足りないものがあるとすれば、そうですね、僕はですね、自分のデザインは魅力的だと信じきることができなかったことなんじゃないかなと思いました。そこを途中で疑ってしまったから、最後の最後でキャラクターの魅力を引き出しきれなかったんじゃないかと僕は思います。そうなんです。この作品にもし足りないものがあるとすればですね、それは最後の最後の爪だけです。最後の爪が甘かっただけでですね、その他はもう完璧だったと思います。そこだけが足りません。ただね、そこだけが足りなかったために、結果的にはね、デザインが悪かったのかなとか、そういう根本的な部分まで疑う羽目になってしまっていると僕はね、感じました。それって超もったいなくないですか？はい、そんな不幸が起こらないために、そこを踏まえて添削してみましょう。でですね、僕がこの絵を見てちょっともったいないなと感じたポイントは2つです。1つは印象が少しシンメトリックすぎるっていうことです。いや、シンメトリー構図なのはいいんですよ。この構図はわざとこうして神秘的な雰囲気を出そうとしているっていうのはとても良い試みだと思います。ただなんというか、どこかでそれをちょっとだけ崩した方が絵として面白みを出すことができると思うんですよね。例えば、こんな些細なことでもいいです。はい、ほんのちょっとしたことなんですが、光の入り方を左右で少しだけ変えてみました。これだけでもね、少し絵に変化をもたらせることができると思います。で、さらにはですね、ここも少しだけ光の入り方を違います。はい、こんな感じ。面積としてはすごく少ないんですが、ここの印象はね、結構大きいと思います。ほら、結構ね、これだけでも印象変わるでしょ。構図も左右対称、光の入り方も左右対称だと、あまりにもね、こう左右対称すぎて、少しね、こう退屈な印象になりすぎてしまう場合がありますので、構図をシンメトリーにしたら、光で少し遊んであげる、そういう崩しを意識するといいと思います。あと好みですが、僕はここも少しだけ光を足してあげてもいいのかなと思いました。やってみます。はい、角にもね、光を少し追加しました。光を強調すると、このイラストの神々しさをさらに強めることができるような気がしますね。ただね、どんどん明るくしていくと、絵が白飛びしていくような感じがしますので、ちょっとね、情報量が減ってしまいすぎることがあったら、少し暗い部分を加筆して、質感を足してあげるのも忘れないでください。例えばですね、こことかもうちょっと書き込んでもいいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じです。ほんのちょっとしたことなんですけどね、ちょっと白飛びしすぎたら少し加筆してあげるだけで、なんかこう触れそうっていう手触りを追加することができますね。で、これはですね、好みなんですが、すごく神々しい雰囲気をまとったイラストなので、もう少し光を強調してあげてもいいのかなと思いました。こんな風に。はい、オーバーレイでもハードライトでも何でもいいんですが、光の際の部分にですね、こんな風に鮮やかな色を足してあげて、ふわっと発光しているように見せてあげてもいいのかなと思いました。こうすることでより神秘的な雰囲気にもなりますし、キャラクターにさらに目が行くようになると思います。でですね、ここからです。ここからが僕が今回一番言いたかったことなんですが、この絵を見て僕がもったいないと思った2つ目のポイント、それは何なのかっていうと、この顔の部分にあんまり目がいかないってことです。もっと具体的に言うと、なんというか顔がね、
ねちょっと薄い感じがしますね。例えるなら主役の女優が決まっていたんだけど、この日ね突然病欠してしまって、誰か代わりになる人いないかなって無理やり探して代役を立てた感じ、なんか確かに似てるんだけど、なんかやっぱあの女優さんじゃないと花がないなみたいな、なんかそういうもったいなさを感じました。ごめんなさい、ちょっとねこう持って回った言い方をしてしまいましたが、要するにこう目力がない感じです。もう少し目力を上げましょう。例えばこんな感じです。はい、こんな感じです。片方だけやりました。ちょっとですね、目力分かりやすいように目線を若干こちら側に向けていますが、タイトルがね、こぼれたなので、こぼれた花びらに目線をあえて向けているのかもしれません。なので、そこは作者さんにお任せしたいんですが、何よりもね、目をもっと描き込んで印象を強めた方がキャラクターの魅力も引き出せるんじゃないかと感じました。なかなかね、目に力が宿らないなっていう時には、この目の周りにうっすらと赤みを足してあげても良いです。こんな風に。はい、こんな感じ。今ね、向かって右側だけやってみましたが、右と左見比べてみると圧倒的に今書き込んだ右目の方が目に力が宿った感じするでしょ。ほら、オンオフすると結構わかりやすいと思います。さあ、もう一方の目も書いてみましょうか。はい、こんな感じです。さあ、あとですね、これも好みなんですが、ちょっとね、口元の紅もうっすらとね、こう赤みがかっているので、もう少し濃くしてあげてもいいのかなというふうに、この場合は思いました。ちょっとね、試しにやってみましょう。はい、こんな感じです。添削は以上となります。最初と最後切り替えて比較してみましょうか。これが最初、そして添削後がこちらになります。はい、これとこれ、これとこれ。さあ、どうでしょうか。別にですね、ほとんど何かを書き足したわけでもないし、書き直したわけでもないのに、絵としてのね、こう力がアップしているのがお分かりいただけませんでしょうか。梅谷さんの絵はですね、デザインが問題なわけじゃないんです。キャラクターデザインはいいと思います。ただその魅力を梅谷さんの書き込みが引き出しきれてないだけだと思います。自分のデザインを信じましょう。そしてね、絵に語りかけるんです。君はもっと魅力的になれるはずだ、僕がその魅力をもっと引き出してあげるからねってね、話しかけながら、特に最後書き込みを続けてみてください。きっともっともっと魅力的なキャラクターにできると思います。はい、最後まで諦めないでください。それが一番梅谷さんに言いたいことです。さあ、次の作品に行きましょうか。はい、次の作品はこちらです。チャチャナエさんの作品で、サイバーパンク風女の子、コメントいただいております。サイバーパンクシティの表舞台にいるようなイメージの女の子を描かせていただきました。影の作りやシャボンの塗りを意識して描きましたとのことです。かわいい。はい、かわいいしかっこいいです。チャチャナエさん素晴らしいと思います。ただですね、ただ背景がものすごい良くないです。はい、ごめんなさいね。これどのくらい良くないかっていうと、せっかく一生懸命作ったラーメンをなんかこうお肉を出してくれるおしゃれな店なんかに行くと、肉料理が乗っているまな板みたいな皿あるじゃないですか。あのまな板みたいな皿にラーメンをねこうべちゃっと乗せて、でそれを出されたみたいな感じがします。いや、ラーメン自体は美味しいんですよ。だってもうめっちゃ一生懸命作りましたし、ちゃんとね出汁にもこだわって作ってますからね。でもね、最後の最後で、いや、いくらなんでもその皿じゃなくねっていう、なんかそのぐらい背景選びに雑さを感じました。いや、背景がレンガ調だっていうのはもう全然いいと思うんですよ。ただおそらくですね、この白ですね、全体に張り巡らされたこの白、この背景の白とこの黒とのコントラストさがこう背景につきすぎていて、もはやねこうパッと見た時にこの後ろのレンガの印象しか残らない感じがするんですよね。このせっかく可愛いキャラクターに目がいかない。なのでですね、レンガ調は活かしつつもキャラクターに目がいくようにしましょう。最初はですね、ちょっと申し訳ないんですが、ちょっと説明しやすいためにこうします。はい、一旦ね背景塗りつぶしちゃいました。でそしたら次、いきなりここにレンガを描いていくんじゃなくて、こう考えるといいです。
はい、一旦ですね、この絵で一番目立たせたい部分をこんな感じで明るくしちゃうんですよ。大抵の場合は顔の周りですね。この顔の周りをまず明るくします。他にもね、こう例えば印象的な武器を持っているキャラだとしたら、その周りを明るくしてあげてもいいです。であとは一箇所だけこの顔周りだけ明るくすると、ちょっとわざとすぎる場合は少しね、この下の部分、ここも若干反射光を意識して持ち上げて、ふわっと明るくしてあげても自然な感じがすると思います。でこの上からレンガを描いていきましょう。はい、ざっくり描くとこんな感じですね。こうするとレンガ背景があまりにも悪目立ちすることなく、自然にですねキャラクターを引き立たせる背景に仕上げていくことができると思います。まだねちょっと質感が微妙なので、もうちょっとだけ描き込んでみますね。はい、こんな感じです。ちょっと補足しますが、絶対にこんな風に暗くしなきゃいけないとかそういうメッセージはありません。これはね、あくまで一つの可能性です。ここで大事なのは、さっきも言ったようにコントラストの管理です。添削前はですね、キャラクター以上に白と黒のコントラストが背景につきすぎていました。これだとキャラクターの印象をね、完全に食ってしまいます。こうならないように背景に、特に色使いに意識を向ける必要があると思います。はい、ただね、これだとちょっとね、このシャボンが浮きすぎてしまっているので、このシャボンもなじませていきましょうか。例えばこんな感じです。はい、こんな感じでしょうか。綺麗なね、丸にしてあげてもいいんですが、この子が自在に操れる何か能力的なものという感じにしたければ、少しね、こんな風にランダムチックな不規則な形にしてあげても雰囲気が出ていいかもしれません。はい、まだね、途中なので、他のシャボンも調整してみます。はい、こんな感じ。あとはですね、少し暗い空間にしたので、キャラクターが少しだけ明るすぎるかもしれません。好みによってですが、ちょっとだけ暗くしてあげても雰囲気が出ると思います。やってみます。はい、こんな感じです。で、逆に明るい部分を明るく発光させてあげてもいい感じになると思います。どうでしょうか。はい、こんな感じで、さらに目がちょっとね暗すぎるので、少しだけ明るくしてあげるとさらにいいと思います。はい、こんな感じで、最後にちょっとだけ周りに光彩を加えてみましょうか。やってみます。はい、こんな感じです。今回の添削は以上となります。こちらも最初と最後見比べてみましょう。こちらが添削前、ビフォーの状態、そして添削後、アフターの状態です。こんな感じで添削させていただきました。はい、今回の添削は専門学校の生徒さんに対するフィードバックなので、ちょっとねプロ向けの視点でお伝えしていますが、プロとそうじゃない人の違いは何なのかっていうと、いろいろありますが、一
一つはねやっぱりこう仕上げだと思います。最後の最後どのくらいキャラクターの魅力を引き出せるのかだったり、あとはお皿選びに例えましたが、背景にどんな色を持ってきてキャラクターを引き立たせるのかっていう部分です。このね背景の部分が結構大事なんですよね。プロを目指す場合にはその部分の感覚が特に重要なので、よっしゃメインディッシュできた、これで終わりじゃなくて、最後の部分にね特に気を配ってみてください。それをするかしないかで仕事になるのか、それともそうじゃないのかが決まっていくと思います。キャラクターはね抜群にいいので、そこだけ気をつけてくださいね。応援しています。頑張ってください。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今回は最後の仕上げについて着目しながら添削を加えてきました。また仕上げに特化したコツが知りたければ、こちらの動画気まぐれ添削181、何が足りない、でも原因がわからない、そんな時どうするもおすすめです。かなり細かいテクニックを駆使しながら見栄えを上げていくための仕上げテクニックを知っていただけると思います。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。ちょっとね気分であっち向いてほいじゃなくてじゃんけんしてみたいと思います。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。